筑波大学システム情報系助教の福地です。これから人工知能における倫理的、法的、社会的問題についての講義を始めたいと思います。講義の内容に移る前に簡単に私の自己紹介をしたいと思います。私の専門は人工知能、機械学習、数理統計といった分野になります。つまり、人工知能の新しい方法を開発したり、それを解析する方法を考えたりしています。この分野の中でも特に取り組んでいることとして、人工知能における公平性、もしくは非差別性やプライバシーの問題に取り組んでいます。本日の講義は、公平性やプライバシーを含むようなより広い概念である ELSI というものの紹介を行います。本日の講義の内容は以下の通りになっています。まずはじめに AI における ELSI とは何かを紹介し、安全性、アカウンタビリティ、透明性、説明可能性という ELSI の問題を紹介します。その次にデータに潜むバイアスというものを紹介し、そのバイアスによって発生する ELSI を紹介します。でははじめに AI における ELSI とは何かということを話していきたいと思います。ELSI とはそもそも倫理的、法的、社会的問題の略称になっています。通常 AI における問題を考える場合は AI によってどうやって問題を解かせるかということを考えます。例えばレントゲン画像から腫瘍の位置を推定する方法はどうやって AI に実装するかという問題を考えます。一方で AI における ELSI では AI が人間社会と共存していく上で人間社会の制約だったりに違反しないか、人間が悪意を持って AI を使った時に安全性は大丈夫かといった問題を考えます。例えば AI がハッキングに対して安全であるか、 AI によって事故が誘発された時誰の責任なのか、 AI の結果によって人間の権利が侵害されることはないかという問題が ELSI になっています。ELSI の取り組みとしてさまざまな国際的または一地域の行政機関において ELSI の問題について議論し、ガイドラインの制定をしています。ガイドラインの内容としましては、 AI における ELSI としてどのような問題があるのか、その問題をどのように取り組むべきなのかということが書いてあります。基本的にこのようなガイドラインに従って研究開発利用などが行われます。具体的なガイドラインを紹介します。その一つに IEEE という団体が制定したエスカリアラインドデザインというものがあります。研究者が中心となって制定したガイドラインで AI を搭載したシステムを含む自動知的システムにおける倫理的なガイドラインです。このガイドラインでは8つの原則をもとに ELSI にどうやって取り組むべきかということが掲載されています。その他のガイドラインとして総務省が制定している AI 利活用ガイドラインというものがあります。このガイドラインでは AI 利活用をするためにどのように ELSI に対処するかということが書かれています。具体的にはここにある10の原則をもとに ELSI に対処する方法が記載されています。最後に G20AI 原則というものを紹介します。これは大阪で行われた G20 サミットの成果文書の一つです。G20 サミットというのは19カ国プラス EU の首脳陣が集まって話し合う会議です。
G20AI 原則では AI の利用者、開発者、研究者が守るべき原則というものが書いてあります。具体的にはここの5つの原則をもとに AI が何を守るべきか、利用者が何を守るべきかということが記載されています。本講義は基本的に G20AI 原則をもとに ELSI を紹介したいと思います。続いて第2章として ELSI の一部である安全性、アカウンタビリティ、透明性、説明可能性について説明したいと思います。まず安全性を紹介します。G20AI 原則では 1.4 節眼見性、セキュリティおよび安全性に安全性の記述があります。この中では AI システムがさまざまな攻撃に耐性があること、AI システムを使ったときに人間に不利益が起こらないように設計することといったことが安全性として書かれています。安全性の一部には一般的な情報システムの安全性もあります。これは一般的なコンピューターに対する攻撃の対策になります。例えばパスワードや生体認証によって個人情報を保護したり、ウイルス対策、暗号化による盗聴防止認証やハッキングに対する対策、ソフトウェアの脆弱性対策などが一般的な情報システムの安全性対策として挙げられます。この他にも AI システム固有の安全性の問題というものがあります。この問題の要因としましては、AI システムはデータを使ってサービスを提供しますが、このデータは基本的にサービス利用者から集めるものです。したがって利用者はこのデータを改変することが可能になっています。AI システムは基本的にデータによってサービス提供内容が変わりますので、このデータを改変することによって AI システムのサービス提供内容を変化させることができます。具体的な攻撃事例として自動運転における標識認識の問題を考えます。この問題では車に搭載されたカメラから標識を認識する問題です。この問題において例えばテープを貼るなどといった行為をすることによって標識を誤認識させることができるという報告が挙げられています。もともとストップという標識を30キロ制限などの標識に認識させることによって、AI を搭載した自動運転車を動かすことができたりする可能性があります。これによって重大な事故につながる可能性があるため、この問題の対処が必要になってきています。次の ELSI としてアカウンタビリティというものが挙げられます。G20AI 原則では 1.5 節に書いてあります。アカウンタビリティは AI システムが何か事故を起こしたときに事故を引き起こした責任が誰にあってどういう原因で起こったのかということが説明できること、その事故の被害者に対してどういう補償をするかということが明確になっていることという概念がアカウンタビリティになっています。システムの責任としては技術者倫理というものが挙げられます。これは技術者が学んだ技術を使う上で守るべき規範で、その一つに PL 法、製造物責任法があります。これは製品の欠陥によって被害を受けた場合に製品製造者に損害賠償を求めることができる権利です。つまり製造者は製品が不利益を生まないような責任を持つということになります。同じように考えると AI システムも開発者が利用者に被害をもたらさない責任を持つ必要があるんではないかというふうに考えることができます。
しかしながら AI システムの場合は難しい問題があります。先ほども申しましたように AI システムはデータを使ってサービス内容が変わります。AI システムの開発者は開発段階ではデータの中身を知ることはできません。したがって AI システムを開発する段階では最終的にどんなサービスが提供されるのかということが予測が難しくなっています。したがって AI システムの開発者がどの程度の責任を負うべきかというのは難しい問題になっています。次の ELSI として透明性説明可能性というものを紹介します。G20AI 原則では 1.3 節に透明性説明可能性についての記載があります。これは AI システムの動作や結果を人間が理解できる形で説明できること、AI システムがどのような原理プロセスでその結果を決めたのかということが人間に理解できる形にできることというのが透明性説明可能性になります。ただし最新の AI システムはこれが難しい問題です。最新の AI システムでは深層学習というものを使っていますが、これは複雑なネットワーク上のデータ処理機構で構成されます。この機構を見ても人間には何をやっているか分かりません。AI システムが説明可能になるようにするにはこの複雑なデータ処理機構を紐解いて人間が分かる形に変換する必要があります。AI システムが説明可能になるためにはこの複雑なデータ処理機構を紐解いて人間に分かりやすい形に変換する必要があります。このような処理は未だに難しい問題となっています。では次に第3章としてデータに潜むバイアスについて紹介したいと思います。安全性やアカウンタビリティではデータが悪意を持った攻撃者によって改変される可能性が問題視されてました。一方で人間の偏見や不適切なデータ収集などによってデータが自然に歪む可能性があります。このようなデータの歪みをバイアスというふうに呼んでいます。この章ではどのようにバイアスが発生するかということについて紹介したいと思います。まず一つのバイアスの発生の理由として選択バイアスが挙げられます。基本的にデータ処理の技術は母集団からの一応抽出というものを仮定しています。ここで母集団というのは調査対象のことで、例えば大学の全校生徒などが該当します。一応抽出というのは調査対象から完全にランダムに対象を選択してデータを取得するということに対応していて、例えば学籍番号をランダムに選択してきてその人にアンケートを取るといったことをすれば母集団から一応抽出ができます。しかし正しいデータ収集を行わないとこの過程は簡単に崩れてしまいます。例えばある政党の賛成率を調べるために電話調査をすることを考えます。基本的に平日の昼間に電話するということが考えられます。この場合、平日の昼間に電話に応答できる人というのはかなり偏っていると想像できます。全国の賛成率を調べたいのにこの平日に電話に出れる人というかなり偏った人の意見が調査結果として上がってきてしまいます。このような調査対象の選択によって生じるバイアスを選択バイアスと呼びます。その他のバイアスとして活動バイアスがあります。
活動バイアスはインターネット上で活発的に活動している人が少人数であることによって生じるバイアスです。活動している人のデータによってデータ全体が占められるため、その少人数の人の偏見が乗ってしまいます。ウェブの上の活動の調査をした結果、Facebook の 50% のポストが 7% のユーザーによって投稿される、Amazon の 50% のレビューが 4%、Twitter の 50% の投稿が 2%、Wikipedia の 50% の記事が 0.04% のユーザーで執筆されているという現状が明らかになりました。このように Web の活動というのはかなり一部のユーザーによって占拠されていて、そのような人が持っているバイアスが乗ってしまうというような現状があります。その他に出版バイアスというものがあります。研究者は何か実験をしてその結果を論文として公開します。例えばある薬を検査してそれがうまく効くかどうかというのを検査したとします。基本的に論文にまとめる内容といったものはうまくいったデータになります。そうやってうまくいった事例だけを報告すると、本当は失敗がたくさんあり成功が一部だったというような薬だったとしても、失敗がほとんどないというふうに見えてしまう場合があります。これを出版バイアスというふうに呼んでいます。その他のバイアスとしてデータバイアスが挙げられます。これは人間の変形によって生じるデータの歪みです。人間は教育環境や国や文化の違いによって常識が違うので、その人が生成するデータというものは国や文化によって歪みがあります。学習環境の違いとして 50% の有名なウェブページは英語で書かれていて、それに対してネイティブ英語話者 5%、英語話者も含めても 13% ということになっています。つまり、言語によって学習リソースの量が違うため、学習した内容の能力に開きがあるというようなバイアスが載っています。最後に表現バイアスというものを紹介します。これは情報をウェブページなどで表示する場合、表現の仕方によって生じてしまうバイアスです。その一つとして位置バイアスというものがあります。基本的にウェブページでは左上にあるコンテンツの方が見られやすいという法則があります。ウェブページ検索における人の視線のヒートマップを表示した図がこの図に真ん中の図になります。この図にあるように左の上の方が赤く、つまり視線が集中しているということがわかります。このように表現方法によってもバイアスが乗る可能性があります。最後の章としてバイアスによって発生する ELSI に関して紹介したいと思います。バイアスによって発生する ELSI の一つとして公平性というものが挙げられます。G20AI 原則では 1.2 節人間中心の価値観及び公平性というところに公平性に関する記述があります。この中には人間中心の価値観と書いてあるようにもっと広い対象に対しての言及があるのですが、その中でも公平性というものがとりわけ強調されていることがわかると思います。公平性というものは何かというと、 AI によって性別や人種等に対して差別的な扱いがされないことです。現在の AI システムによって差別的な判断が下されるという状況が報告されています。例えば2年以内に囚人が再犯するか予測するアルゴリズムであるコンパスアルゴリズムというものの差別が挙げられます。このシステムは囚人に対して
再犯スコアというものを割り振ります。このスコアは10段階に分かれていて、スコアが高いほど再犯リスクが高いというような値になっています。このスコアを調査した結果、白人にリスクは低いが3回再犯している人や、黒人にリスクは高いが再犯は全くしていない人がいることが明らかになりました。これについて実際に統計を取ってみると、このような図が書けます。実際は再犯していなくても、誤って再犯リスクが高いと推定した人というのが明らかに黒人の方が多く、逆に実際は再犯するが誤ってリスクが低いと推定するのは白人の方が明らかに多いというような結果が得られました。このようにコンパスアルゴリズムというものが白人が優遇されたスコアが付けがされているという現状があります。ではこれはなぜ起こったのでしょうか。それがバイアスと公平性のつながりになります。基本的に AI はデータに含まれているバイアスというものをそのまま反映してしまいます。例えば採用の時に過去に採用の面接をした人がバイアスの乗った判断を行っていた場合、そのデータを学習した AI というものはその差別的な判断をそのまま継承してしまいます。公平性の問題に対処するためには、このバイアスをどうやって対処するかというのが重要になります。その他のバイアスによって生じる問題としてフィルターバブル問題というものがあります。AI は利用者の好みに合ったコンテンツを提供するために使われています。例えば Amazon の商品推薦だったり、Google の個別化検索などが挙げられます。これは利用者のこれまでの購買履歴だったり検索履歴をもとに好みに合うコンテンツを配信するように、AI が学習します。逆に言うと、好みに合わないと判断されたコンテンツは AI によって自動的に削除されてしまいます。つまり人間がアクセスできるコンテンツというものが AI システムによって自動的に制限されます。AI システムによって偏った情報しか得られなくなる可能性が示唆されます。この図にあるように AI システムによってデータがフィルターされ、人間はこの泡の中の情報しか得られないというような状況に陥ってしまう。それがこちらの許可なく AI が勝手にやってしまうということがフィルターバブル問題として問題になっています。この講義では AI システムの ELSI を紹介してきました。ELSI の議論は未だにつきません。新たな法律やガイダンス作成のための活発な議論が未だに行われています。また私もやっているように新しい技術開発 ELSI にどうやって技術的に取り組むかという課題も取り組んでいるため、この新しい技術開発を取り組んだ議論も行う必要があります。今後 AI システムに関する新しい法律やガイダンスを制定するためには、このバイアスや AI 技術等の AI システムに関する ELSI の基礎的な知識が必要不可欠になっています。皆さんもデータサイエンスの講義を学ぶことによってこの問題をちゃんと考えることができるようになってほしいと思います。